まあこうやってね、絶対に使いたいと思って。よいしょ中で培養してんじゃないか、ゾイドワイルド。いろいろ貼り付け、白ではない気がして、分厚い。どれぐらい拭くかと、ニューゼロ要因です。特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。ピザ食べたい。前回ここまで作りましたガブホイッピアの等身延長ということでね、ケーキナイフモチーフ、前編の動画見てない人は今すぐ見てきて、そっからこれ続きやからね、前編見てからの方が面白いと思う。改造工程を楽しくスピーディーにお見せするチャンネルです。さあ今回は仕上げまで持っていきます。また工程が多いんじゃないかなと思いますが、最後までお付き合いください。チャンネル登録まだの方今すぐポチッとお願いします。いきましょう。久しぶりに情報量の多いデカブキ作っていきますよ。果たしてショートケーキとのバランスは取れるのか、最後まで見てね。さあじゃあ今回まず最初にやるのは、ここにあるものをつけます。前回の復習としてここ1号をね、粘土で作ってこういう風に貼り付けてますが、僕がなぜここの1号のリアルさにこだわったのかというね、これ元々のやつでも1号の雰囲気は伝わるし、機械的にデザインされててすごくマッチしてたはずなのに、なぜこの生の1号感にこだわったのかというのはですね、とあるアイテムを使うためなんですね。絶対に使いたいと思った。勘のいい人は気づいてるかな。ザーン、いちごロックシードですね。これをね、ぜひとも組み込みたかった。相性がすごくいいでしょ。まあ、ここにはめるわけじゃないんだけど、相性めっちゃいいのよ。で、これを使うためには、あのアイテムが必要ですね。戦国ドライバー。これをここに取り付けたいわけですよ。でも、このまま乗せるだけだと、まずここも浮いてるし、で分厚いね。すごく違和感です。なので、これをできるだけ薄くしたいんですね。ギミックを損なわずに薄くできるかどうか。まず、分解してみよう。これはガイムレイズバックル作った時に分解したと思う、多分。よいしょ。早速これが外れました。はい、こんな感じ。ボロボロ取れていくねんけど。さあ、取れましたけども、こう見る限り、どこも省けるところはなさそうなんよね。ちょっと逆さにしてみる？怖いけど。やっぱこの歯車だけ落ちそうですね。この歯車。ブレードをソイヤーってやると、ここが動くという仕組みです。で、ここが動くことでこっちまで連動してボタンが押されるっていう仕様なので、まあこれは外せないね。裏カバーいらんかったら薄くなるなーと思ったんだけど、やっぱりこのカバーは必要ですね。でもこんなに分厚くしたくないのよ。この厚みはいるのか？いらんよね。そうやんね。ここだけ押さえられればいいんだから、この4つは外れる。この歯車も落ちやすそう。こうもうスカスカやからね、こうやってね、スカスカ。これは外れない。これは外れない。これも外れない。ということで、よし、じゃあこの辺削ってみようか。改造スタート。だいぶ肉抜きできました。小学校の時にやってたミニ四駆のシャーシの肉抜きみたいなね。いや、懐かしいね。ピンバイスとかニッパーとか使ってね、必死で軽量化してました。なんかこうメッシュになった網はい、ミニ四駆の話終わり。さあ、合わせてみようか。おー、よしよしよし。ここの歯車もこうやって押さえられてるし、この四隅全部固定されましたね。よし、やったやったやった。いいでしょう、これで。で、あとまあビス戻せるとこは戻して、まあ4箇所だけやけどね。よし、だいぶ薄くなったと思うよ。合わせてみよう。ベベーンとね。分厚いな。まだ分厚いな。全然分厚いな。どうしよう。いやーでもここに穴開けるっていうのもあんまやりたくないねんな。だってこの芯にも影響するからね。これはもうこれにしとくか。だいぶ、だってさっきここのポッチをこう、軽々すり抜けててんけど、今ガチンとこう止まるからね。だからだいぶ薄くなったってことで、いいかな。こうしときましょう。いや、もうちょっと薄なると思ったな。電池交換は基本的に考えてないです。まあ、いざ電池がなくなったら、パコーンって外して、電池取り替えてっていう風にやろうと思いますけど、だからこれ電池交換のたんびに修理が必要というね、もうまさに闇の武器という感じですね。くっつきました。高さとしては、まあ、このケーキぐらいっていうことで、許容範囲としとこうか。もうちょっと薄くなるとよかったんだけど、まあでも芯もあるからね、やっぱりね、何回も言うけど、ここ芯が通ってるから、あんまりガポンともいけないし、本当はここにこの戦国ドライバーの形の穴を掘ってスコンって埋められればよかったのかなとは思うけど、その場合例えば芯をここでグンと曲げてこう通すとかなんか考えないとあかんかったからね。だからこれでいいんじゃないかな、きっと。僕
の大恩人埼玉うどんこ TV のりんさんと忘年会した。もう一昨年やな。パウチさんそのキャラクターがありながら顔出ししないで何やってんすかっていう、この脳が震える助言がなければ今の僕はないです。確実にない。めちゃくちゃ有意義な来年の話できたね。うわー。さあ続いて戦国ドライバーのブレードいきたいと思います。ちなみにこのブレードがない状態、劇中ではエネルギー供給だけを考えた形なんですけども、これも割と好きです。僕ワンネスたちどうですか？結構この形のファンいるんじゃないかな。はい。で元々のブレードがこれなんですけども、これはもうすでに分解済みでこういう風に剥がれますとね。分解するとこんな感じで取れますよ。で、ここの部分、実は、紙切りオーグのタイガーちゃんに作ってもらいました。この間、グロッタ姉さんの大釜作る前に、いろいろ作り方相談したんですね。したら、教えに行きますよって言ってくれて、わざわざね、彼東北にお住まいなんだけど、高速飛ばして来てくれたんですよね。びっくりですよね。いや、すげえやつや。ありがたかったっす。デザインナイフで、サク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 、ちょっと刃がストローク短いんで、こっちをこうやって縦でこう、こういう感じ？はい。ああ、なるほど。へえ、すごい。面白。で、ナイフを、じゃんこんな感じで作ってもらいました。これもボードをね、カッター、よく切れるカッター、もうスパスパ切れるカッターで切り出して、で彼サバゲーアーマー勢ですから、ナイフの知識あるんですね。僕はもう、なんとなくのナイフの知識しかないですけど、彼は本当に実践を考えたナイフの知識がありますんで、その知識を少し活かしてもらって、でもだいぶディフォルメしてもらいましたよ。僕の注文で。可愛らしくっていうので。でも持ち手なんかはね、すごい実用性を考えた。握ると指こうなるみたいな、そういう溝もつけてくれて、これね、ベルトサンダーでちゃんとやってくれたと。こんな感じでね、綺麗な丸に仕上げてくれましたよ。改めて、タイガ重工タイガーさん、いろいろ教えてくれてありがとうございました。で、この日本刀のイメージから脱却したかったんですね、今回は。なので、こういう形で、ケーキナイフをモチーフとした、ちょっと可愛らしめのナイフっていうことで作ってもらいました。で、これをここに、バンと乗せますと。よし、じゃあこれはもう G17 でくっつけちゃおう。ちゃん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 とやってね。そうするとこうやって糸引いてくるんですね。そうなってから、しっかりとくっつくと。ガッチガチに今くっつけてますからね。じゃあここに設置しましょう。ガチーン。フェイスプレートどれにしようかね。でも洋風やからやっぱりバロンかな。バロンタイプかな。さあ行くぜ。ちゃんと切れるのか。やっぱ接触悪いな、ちょっとな。もう古いからね、だいぶ。いきます。いや、わっしゃやった痛いあれ音やっぱ接触悪いわ。接触悪いけど、ちゃんと切れた。よかった。毎年飾るうちのクリスマスツリー、11月から出してます。よし、じゃあちょっと雰囲気を確かめるために、一回ここ塗装しようか。塗装ブース行こう。最終的に色変えるかもしれないけど、一回ガブホイッピアの白に寄せて様子を見ようというつもりで、真っ白にしていきます。白いアーマードライダーは出てきたけど、真っ白な戦国ドライバーっていうのは出てこなかったから、いや、これはこれで新鮮でね、面白かった。続いてナイフですが、缶スプレーのシルバーで下地塗装してます。持ち手はひとまず木みたいにしてみたかったので、ブラウンを吹いてます。木の持ち手ってなんか憧れるやん。で、クリアブラックで所々ムラにして雰囲気を出します。ブレード部分はもともと缶スプレーのシルバー吹いてるけど、一応もう少しギラつきが欲しいからスターブライトシルバー吹いていきます。そんな目立たへんけど輝きは増してるよ。で、見えて欲しくないところは戦国ドライバーと同化させるために白くします。はい、今のところこんな感じです。すごくファンシーな見た目ですね。本当にカラーリングどうしようか悩んでる。カラーリングどうしようか悩んでんだなーっていう目で、こっからちょっと改造工程見て。さあ次の工程いきましょう。ここのポール、これやっぱ隠したいですね。これが見えてるのは意味がわからないですね。それで言うとじゃん、後ろ丸見えなので、これも何かで隠したいなとは思っていますが、まず表面いきましょう。で、ずーっと家にあったこちら、これがね、こう縦にするとなんかここちょっとカプセルっぽいでしょ。中で何か培養してんじゃないかなっていう、なりきりワールドに出てたさ、こう水が入ってて、空気のボコボコで沸騰したように見えるっていう、こうバルブがついてて、あれがもうめちゃくちゃかっこよくて、俺マジであれ作りたいなって思ってるんだけど、それは置いといて、これのここのカプセル部分、なんかあれに共通するこう実験的な感じ、まさにニエルブさんっぽいなって思って、これをちょっと使っていこうかなと思います。まず分解しよう。ネジ穴潰れとるやないか。一発目からビス穴がいかれてるかなね。思いっ
きりドライバー押し付けてね、ゆっくり回すと回ってくれる場合があるんだけど、ちょっともう潰れてたら無理やけどね。どうやろう、上がってきてる？無理やな、多分無理やな。ネジ穴潰れとるやないか。ビスなんと4つも潰れてた。まあ古いおもちゃやからね、だから無理だったので、もうね、引きちぎってやりましたよ。よし、これで、ここにザンと、こっちかな。でも長さ的にはやっぱバッチリですね。で、残ったこれなんだけど、これもやっぱすごくいいパーツなので、こことかどうかな。結構いいんじゃないかな、これ。で、ここの間にこういう建築資材ですけど、こういうパイプ的なものをはめ込むと、割といい感じかなと思う。ちょっとやってみよう。はい。なんか装置っぽくなりましたね。これはこれでいいんじゃないかなと思います。あともうちょっと飾り付けしていこう。この辺がまだちょっと寂しいので、何かごちゃごちゃと貼り付けていきたいなと思います。そこでバン。これ波平さんという方に以前大量に本当に大量にいろんなパーツ、プラモデルとかゾイドワイルドとかいろいろ譲っていただいて、本当に大量なの、すごいのよ。いや、ありがたいですよ、本当ね。で、その中から今回はこれというね。これ何のパーツかはちょっとわからないです。誰かわかる方コメントに書いてくださいね。じゃあゾイド好きが見てうわーってなるかもよ。これなんかすごくいいですね。通気口システム感あります。これドカーンとこの辺に貼ると、いいかもね。ちょっとはみ出てて、なんかここに通気口があってって、これいいかもしれないですね。こっちなのかな、こっちやな、こっちでいいな。さあ、パーツがどんどん増えていく様子をお楽しみいただければなと思いますよ。ゾイドワイルドガンガン貼り付ける系の改造、ほんと久しぶりやから、めちゃくちゃ楽しかった。あと持ち手かっこよくないこれ。なんかいろいろ貼り付けましたよ、ゾイドワイルド。ちなみに後ろはライトセイバーです。カイロレンモデルですね。それで、ガブホイッピアのここ、持ち手のすぐ上ですけど、西洋の剣でも日本の刀でも何でも、この持ち手のすぐ上になんかこういう刀でいうところのつば、西洋の剣だとこういう風になってる。それがやっぱり要素として必要だなと思うので、何かをここからこういう風にジャキンってニョキニョキって生やしたいなと思うんだけど、それにちょっと今回冒険でね、これを使ってみようかなと思います。じゃーん、レジェンドさんです。これいただき物でね、ありがとうございます。でこれを真っ二つにして、ここにバーンってくっつけてみようかなと思いますよ。かぐや様に戦いを挑んで僕は負けましたけど、よく戦ったってことで真っ二つにすることを許してもらいました。よし、二つなりました。これをここにつけたらどうなるかなっていうので、はい、まず1個つきましたお花みたいな、チューリップみたいになってるよねこれいいのかな。ほんでもう1個をこっちにこうやってつけてみたんだけど、なんかね、あんまかっこよくないよねこれ。だからやっぱお花に見えるお花畑に見えるのかないやでもせっかく切っちゃったから使いたいなと思って、なんかいろいろ当ててて、ここどうかな。ケーキのパーツとブレードをつなぐような感じでね、やると結構存在感もあってかっこいいんじゃないかなと。かっこよくなりましたね。いい感じだと思いますよ。いや、造形はもうこんな感じでいいかなと思いますが、残る課題は色合いなんですよ。カラーリング。これは非常に悩ましいです。まだ僕の中でも答えが出てなくて、この白ではない気がしてるんですよね。で、イチゴはせっかく赤に塗ったから、このままでいきたいなという思いはあるんだが、やっぱ白とシルバーではないなと思ってます。で、ちょうどもう外も暗くなってきちゃって、今日はこんなもんかなと思うので、一晩しっかり考えて、また明日カラーリングやっていきましょう。まとまってきたね、造形としてはね。はい。特撮改造エキシビジョン。おはようございます。12月22日日曜日、ガブが終わってすぐでございます。いや、ガブ最新は面白かったね。どんどん深くなっていくね。しかもプリンで変身する方出てきましたね。ラーゲナインさん、クラゲっていうね。いや、プリンのカラメルと触手をカラメルがかかってるとはね。あれは気づかんかった。その発想力があればな、もっと予測できてたのになっていう。っていうね。なんかそういう目線で物語を乱すと、これは面白いのか面白くないのかっていう。ちょっと自分自身のガブの見方をね、もともとに修正しないとなって少し反省しつつ、明るいところで見る武器いいでしょう。いろいろ貼り付けました。そしてこの先にドラゴンの顔、これはニエルブさんの変身体っぽいかなと思ってちょっとつけてみました。ところで配色僕決めました。黒に紫の大理石塗装でいこうと思います。そうすると結構ストマック家の印象強くなるんじゃないかなと思って。だから前編でニエルブの武器かな、バレンの武器かなって言ってたんだけど、これはもうニエルブの武器と決定しました。で、まず全体を黒くします。こっからガラッと印象が変わるからね、お楽しみに。安い黒スプレーでもいいんだけど、やっぱりそれなりの性能のスプレーっていうのは色のりがいいですね。見
るみる印象が変わっていって気持ちいい。はい、頭身は真っ黒。全パーツ真っ黒にしました。そしてケーキ部分とホイップ部分、ここは白のまま残しました。黒いスプレーついちゃった分はガイアペイントリムーバーで落としました。もうこの白いとこはやっぱすごく重要な要素だなと思うので、これ消しちゃったらもうガブホイッピアじゃなくていいなと思ってこのままにしました。で、こっからこっちの塗装するんですけど、この間ガブフォンの時に使った方法、100均の安いウェットティッシュをこうやって開くとね、大きく穴が開いてくるわけですよ。で、その隙、破れたで、その隙間から、クリア塗料なりなんなりやると大理石みたいな感じになるっていうね、そういう手法があるんですけど、それで全体をブワーッとやりたいと思います。で、いつもの塗装ブースだと当然入りきらないので、もうここでやります。大理石塗装のポイントは、ウェットティッシュの穴の開け具合っていうのもあるんだけど、やっぱりね、どれぐらい拭くかなんですよね。全体にまんべんなく拭いてもあんまり雰囲気が出ないイメージですね。ここだっていうところ、3センチから5センチぐらいの範囲を場所を変えながらどんどん拭いていくっていうのが結構大理石っぽくなるかなーって感じ。ウェットティッシュの開け具合も毎回違うから、自分の意思とは関係ないところでできた模様を楽しむっていう、ものすごく贅沢な塗装だと思ってます。って言ってる間にどんどんほら紫の範囲が広まってきて、それっぽくなってきてるでしょ。パーツで見るんじゃなくて全体が一つのものっていう印象を出したかったの。さあ、いよいよ最後の工程いきましょう。これライトセイバーのおもちゃの端っこの一番細いとこです。これを温めます。ヒートガン。これは16倍速でやってます。結構温めました。プラスチックが分厚いからね、これはしゃあないわ。おー、いいね。で、ニュート。おー、いいぞ。すごくいいぞ。はい、こんな感じ。これ作った時と同じベロです。やっぱニエルブさん、舌っていう意味やからね。舌は絶対につけないと思ってました。これをどこにつけるかというと、もうむしろこれをつけたいがためにこのパーツをつけましたというのが、ドラゴンの首、これね、ベロ要因です。ベロ要因という言葉をね、生み出してしまいました、私、パウチ。このベロをこの辺で切りましょうか。よし、ベロを切って、この中に仕込んでみましょう。でれん。はい、くっつきました。ベロ。出ましたね。めっちゃいい。これはかなりいいぞ。ということで、バーン完成でーす。よっしゃ、できた。ちょっとこの大理石塗装、ちゃんと映りますね。大丈夫ですね。光の角度によりますか？大丈夫ですか？見えてますか？デフォルトで見えててほしいよ。いや、いい。すごくいい。まとまったね、やっと。こうやってね。この辺の装置的なところなんですけど、このイチゴロックシードから果汁を絞り出して、ここピンクにしました。イチゴの果汁が溜まってる感じ。これがこっちに行くのか何なのかちょっとわからないですけど、ポンポンとね、要所にイチゴを散りばめて、イチゴいっぱい作ってたからね、余ってた分を散りばめて、こっちのイチゴとのバランスも取れたかなというところですね。だからイチゴで変身するみたいなことでもいいのかなってちょっと思いました。というのはニエルブさん、プリンをスプーンですくってシャーレに入れて、化学実験みたいな感じで成分を抽出してってやってたでしょ。だから必ずしもお菓子の形に限定しなくていいんじゃないかなと思って。例えばこれイチゴね、ケーキ用に甘いシロップか何かを塗って照りを出すっていう加工を施してる想定なんですよ。だからこの甘い成分、つまりお菓子に使ってる砂糖とかなんだかんだここ俺強くないよ、この成分については。そういうのをいろいろ使ってるから、結果成分的にはお菓子とそんなに変わらないんじゃないかなと思ったので、イチゴからそういう成分、変身に必要な成分を抽出してみたいなことで、これちゃんと説明つくんじゃないかなと思ってね、ちょっとやってみました。ワンネスたちどうですか？ご意見ぜひコメントくださいね。でね、この剣での戦い方で僕が一番やりたかったこと、これなぜブレード部分を持ち手にして改造を始めたかっていうと、こうやって持ってもう親指でここを押したかったのよ。そのままこうやって前編で仕込んだここのボタンを押して攻撃音。そしてさらに親指でここ。もう全部ね、右手一本だけでやりたかったのよ。それができるようになってね。いやー、デザインもなかなかまとまってくれて。嬉しい。マジで嬉しい。あと、ショートケーキやからクリスマスまでに出したいっていう思いも強かった。久しぶりにこういうゴツゴツさせてね。いや、やっぱり気持ちいいですね。僕の中に眠ってる改造に情報量を欲する何かがね、ふつふつとこう目覚めまして。いやー、すっごい気持ちよかったです。ありがとう、最後まで見てくれて。じゃあ今回の動画も良かったなという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録で僕パウチを応援してください。じゃあまた次の動画で会いましょう。メリークリスマス。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか、チャンネル登録して戦え。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか、チャンネル登録して戦え。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか、